夢十夜、夏目漱石。第九夜。世の中がなんとなくざわつき始めた。今にも戦が起こりそうに見える。焼け出された裸馬が夜昼となく屋敷の周りを荒れ回ると、それを夜昼となく足軽どもがひしめきながら追っかけているような心持ちがする。それでいて家のうちはしんとして静かである。家には若い母と3つになる子供がいる。父はどこかへ行った。父がどこかへ行ったのは月の出ていない夜中であった。床の上でわらじを履いて黒い頭巾をかぶって勝手口から出て行った。その時母の持っていたぼんぼりの火が暗い闇に細長くいして生垣の手前にある古いヒノキを照らした。父はそれきり帰ってこなかった。母は毎日3つになる子供に、お父様はと聞いている。子供は何とも言わなかった。しばらくしてから、あっちと答えるようになった。母が、いつお帰りと聞いても、やはり、あっちと答えて笑っていた。その時は母も笑った。そうして今にお帰りという言葉を何遍となく繰り返して教えた。けれども子供は今にだけを覚えたのみである。時々はお父様はどこと聞かれて今にと答えることもあった。夜になってあたりが静まると母は帯を締め直して鮫座屋の担当を帯の間へ刺して子供を細帯で背中へ背負ってそっとくぐりから出ていく。母はいつでも草履を履いていた。子供は草履の音を聞きながら母の背中で寝てしまうこともあった。土塀の続いている屋敷町を西へ下ってだらだら坂を降り尽くすと大きなイチョウがある。このイチョウを目印に右に切れると一丁ばかり奥に石の鳥居がある。片側は田んぼで片側は熊笹ばかりの中を鳥居まで来て、それをくぐり抜けると暗い杉の木立になる。それから20間ばかり敷石伝いに突き当たると古い拝殿の階段の下に出る。ネズミ色に洗い出された賽銭箱の上に大きな鈴の紐がぶら下がって、昼間見るとその鈴のそばに八幡宮という額がかかっている。鳩がには向かい合ったような書体にできているのが面白い。その他にもいろいろの額がある。大抵は家中の者の射抜いた金滴を
射抜いたものの名前に添えたものが多い。たまには太刀を収めたものもある。鳥居をくぐると杉の梢でいつでもフクロウが鳴いている。そうして冷や飯草履の音がピチャピチャする。それが拝殿の前でやむと、母はまず鈴を鳴らしておいて、すぐにしゃがんで柏手を打つ。大抵はこの時、フクロウが急に鳴かなくなる。それから母は一心不乱に夫の無事を祈る。母の考えでは、夫が侍であるから、弓矢の神八幡へこうやって是非ない願をかけたら、よもや聞かれぬ道理はなかろうと一途に思い詰めている。子供はよくこの鈴の音で目を覚まして辺りを見ると真っ暗なものだから急に背中で泣き出すことがある。その時母は口の内で何か祈りながら背を振ってあやそうとする。するとうまく泣き止む時もある。またますます激しく泣き立てることもある。いずれにしても母は容易に立たない。一通り夫の身の上を祈ってしまうと、今度は細帯を解いて背中の甲をずり下ろすように背中から前へ回して、両手に抱きながら拝殿を登っていって、良い子だから少しの間待っておいでよ、ときっと自分の方を子供の方へすりつける。そうして細帯を長くして子供を縛っておいて、その片隅を拝殿の欄干にくくりつける。それからだんだんと降りてきて、20貫の敷石を行ったり来たりお百度を踏む。拝殿にくくりつけられた子は暗闇の中で細帯の丈の許す限り披露宴の上を這い回っている。そういう時は母にとって甚だ楽な夜である。けれども縛った子にひいひい泣かれると母は気が気ではない。お百度の足が非常に速くなる。大変息が切れる。仕方のない時は途中で拝殿へ上がってきていろいろすかしておいて、またお百度を踏み直すこともある。こういうふうに幾晩となく母が気をもんで夜の目も寝ずに心配していた父は、徳の昔に老子のために殺されていたのである。こんな悲しい話を夢の中で母から聞いた。